食べ物まるっと研究所です。今回はゴーヤの体への影響についてお話しします。夏は暑さをしのぐグリーンカーテンとしてゴーヤを育ててる人も多いです。たくさんできて食べきれないなんてこともありますよね。そんなゴーヤにはあまり知られていない驚くべき健康効果があるので、食べないのはちょっともったいないです。そこで今回は論文や専門機関の研究をもとにゴーヤで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリットを看護師の視点で解説していきます。この動画を最後まで見ていただければ、ゴーヤを正しく生活に取り入れることができます。それではゴーヤを毎日食べるとどうなるのか、ゴーヤの健康効果からいってみましょう。ゴーヤの健康効果一つ目は、糖尿病の予防・改善です。糖尿病の予防や改善には、血糖値の上昇を防ぐことや、高血糖状態を放置しないことが大切ですが、ゴーヤに含まれている成分に血糖値を下げる働きがあるということが分かっています。立命館大学の研究チームの論文でも、ゴーヤの抽出物がインスリン分泌を増強して、その結果、血糖値を低下させると結論を出しています。また、ゴーヤと糖尿病の研究は古くから各国で行われていて、例えば、インドの BJ 医科大学の研究では、ゴーヤの成分を重症例を含む7例の糖尿病患者さんに飲んでもらって数週間ごとに血糖を測定したところ、すべての患者さんに顕著な改善が認められて、すべてが正常範囲内の血糖値に回復した。また、糖尿テストをすると全例とも陰性になっていたという結果が出ています。また、ゴーヤには食物繊維が豊富に含まれていて、腸での糖の吸収を緩やかにして食後血糖値の急上昇を防いでくれる効果もあるので、合わせて糖尿病の予防・改善が期待できるんですね。ゴーヤの健康効果2つ目は抗がん作用です。今まであまり知られていませんでしたが、ゴーヤには抗がん作用が期待できるという研究結果がいくつか出てきています。例えば、日本大学の研究者たちはゴーヤの成分の発がん予防効果を報告していますし、コロラド大学がんセンターの教授はゴーヤが膵臓がんの抑制作用が期待できるとしています。また、韓国の共同研究グループは、ゴーヤの苦味成分であるコロソリン酸は腎臓がん、乳がん、肝細胞がんに対して抗がん作用の可能性があると報告しています。ゴーヤにはコロソリン酸だけでなく、抗がん作用が期待できるビタミン C が豊富に含まれています。ビタミン C は免疫力をアップさせて、様々な病気の予防・改善に効果があるとされていて、病気と戦う白血球やリンパ球の活動に欠かせない成分なんです。アメリカ国立衛生研究所やアメリカ国立がん研究所も、超高濃度ビタミン C は正常な細胞に影響を与えず、がん細胞だけを殺す副作用のない理想的な抗がん剤であると発表しています。ただ、ゴーヤの抗がん作用については、ラットでの実験が進んでいる段階です。まだまだこれから研究が進んでいくので、今後の研究結果に注目していきたいですね。ゴーヤの健康効果3つ目は高血圧の予防です。ゴーヤの苦味が苦手という人も多いですが、この苦味の成分であるモモルデシンには肝機能を高める作用、血糖値の降下作用、コレステロールの低下作用など、いろいろな健康効果があるんです。そしてこれ以外に、モモルデシンは血圧をコントロールする作用も持っていて、血圧が高めの場合は下げて、低めの場合は上げてくれる。下げるだけでも上げるだけでもなく、コントロールをしてくれるというのが嬉しいポイントです。中国のラットを使った研究でも、ゴーヤの抽出液を投与した場合、血圧の上昇を防止できたという結果が出ています。また、ゴーヤには血圧を下げる効果のあるカリウムが豊富に含まれています。カリウムは体内から余分なナトリウム、いわゆる塩分を排出することで血圧を下げる作用があります。このようにゴーヤに含まれる様々な成分が合わさって血圧コントロールに役立つんですね。ゴーヤの健康効果4つ目は美肌効果です。ゴーヤには肌の健康に役立つビタミン C が豊富に含まれています。100g あたり 76mg 含まれていて、しかもゴーヤのビタミン C は加熱に強いという特徴を持っています。皮膚にあるコラーゲンが減少すると肌の張りや弾力が失われてシワができやすくなってしまいますが、ゴーヤのビタミン C はそんなコラーゲンの生成に役立ちます。また、ゴーヤにはビタミン C だけでなく、ポリフェノールの一種であるフラボノイドも豊富に含まれています。ビタミン C もフラボノイドも
老化の原因となる活性酸素から体を守る抗酸化作用があって、日焼けによるシミや肌荒れなど紫外線で受ける酸化ストレスを防いでくれます。マレーシアのクアラルンプール大学などの研究者の論文でも、ゴーヤの抽出物には多くの抗酸化物質が含まれており、抗酸化作用が強いと発表しています。ゴーヤのビタミン C は特に綿の部分に豊富なので、綿も一緒に摂取すると、より効率よくビタミン C を摂ることができます。ゴーヤの抗酸化作用や肌への影響については、まだまだ研究が行われている分野なので、今後の研究結果も注視していきたいですね。ゴーヤの健康効果5つ目は便秘改善です。ゴーヤには便秘改善に役立つ食物繊維が豊富に含まれています。ゴーヤ 100g あたり、不溶性食物繊維が 2.1g、水溶性食物繊維 0.5g が含まれています。ゴーヤの不溶性食物繊維は、便の量を増やして、大腸を刺激することによってスムーズな排便を促す働きがあります。また、腸内にいる善玉菌の餌となって、腸内環境を整えるのにも役立ちます。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく含んでいるゴーヤは、便秘に悩む人におすすめの食材です。このようにゴーヤには様々な健康効果があります。毎日食べることでその健康効果も高くなります。でも食べ過ぎには注意が必要です。そんなゴーヤを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。ゴーヤを食べ過ぎるデメリット1つ目は消化器症状です。ゴーヤに含まれるモモルデシンという苦味成分は様々な健康効果がある反面、大量に摂りすぎると体に悪影響が出る場合があります。モモルデシンを摂りすぎると胃酸が過剰分泌されてしまって胃に負担がかかり胃痛の原因となったり、下痢や腹痛を引き起こすこともあるので、胃腸の弱い人は食べる量に注意が必要です。ゴーヤを食べ過ぎるデメリット2つ目は体が冷えるです。夏野菜であるゴーヤには水分がたっぷり含まれています。なんと全体の 94.4% が水分なんです。そのため食べ過ぎると体が冷えて、胃痛や腹痛、下痢を引き起こすことがあります。水分が多く含まれているゴーヤは適量であれば夏バテを解消してくれますが、食べ過ぎると逆に体の負担になってしまうんですね。それでなくても夏は水分を多く取りがちで胃腸が弱ってしまうという人も多いです。胃痛や腹痛、下痢だけでなく、夏バテで弱った体がさらにバテる原因になるので、食べ過ぎには注意が必要です。また、もともと冷え性を持っている人は、より体が冷えてしまうので、過剰摂取は禁物です。このように体にいいゴーヤでも、食べ過ぎるとデメリットがあります。1日2日ゴーヤを摂りすぎたからといってすぐに健康に悪影響が出現するわけではありません。ただ長期的に食べ過ぎると体に影響がある場合があります。それではゴーヤの適正量はどのくらいなのか。ゴーヤの適正量は厚生労働省などでも明確には決められていません。1日1本食べても全然平気という人もいれば、お腹が痛くなるなんて人もいます。なので1日ゴーヤ 100g 程度を目安として自分の体調と相談しながら摂取量を決めていくといいですね。ゴーヤを半分にカットして種を取り除くとだいたい 100g になります。次にゴーヤの食べ方のポイントをお話しします。ゴーヤの食べ方のポイント1つ目は、苦味が苦手な人は炒めるのがおすすめです。ゴーヤは生で食べると栄養をそのまま摂取することができるので、薄くスライスしてから塩もみして食べるのがおすすめです。塩もみするときは水分を絞りすぎると栄養が流出してしまうので、軽く絞るのがポイントです。生だと苦味が強すぎてちょっとという人は炒めるのがおすすめです。軽く加熱することでそのまま食べるよりも苦味を感じにくくなりますし、油でゴーヤの表面をコーティングすることで栄養素の流出が防げるメリットもあります。豚肉や厚揚げなど好みの具材と組み合わせられるので手軽ですね。ゴーヤの食べ方のポイント2つ目は、ゴーヤは綿、種も食べられるです。ゴーヤを食べるとき、綿や種を取り出している人は多いですよね。実際私も綿や種を取り出してから調理していました。でもその方法はとってももったいないんです。ゴーヤの綿や種には果肉部分より多くのビタミン、ミネラルが含まれているので、効率よく栄養を摂取するためにも、綿や種も捨てずに調理していくのがおすすめです。綿に苦味があると思っている人もいますが、逆にほのかな甘みを感じるくらいです。オリーブオイルやごま油で焼くだけで、とろっとしてジューシーな味わいになります。
種は好きなオイルで揚げ焼きをすることでナッツのような食感になります。軽く塩を振ればおやつやおつまみにもぴったりです。食べ方のポイント3つ目は、ゴーヤは茹ですぎないです。ゴーヤを茹でてから調理することってありますよね。でも茹でるときには注意が必要です。ゴーヤに含まれるビタミン類は茹でることで水分と一緒に流れ出てしまって、茹で時間が長ければ長いほど栄養が流出してしまうんです。どうしても茹でたい、茹でないといけないという時は、できるだけ短時間でさっと茹でるようにします。また電子レンジで加熱すると栄養の流出がしづらいのでおすすめです。次にゴーヤと相性の良い食材をお話しします。ゴーヤと合わせることでより効果を期待できる食材もたくさんあります。ゴーヤと相性の良い食材一つ目は豚肉です。豚肉とゴーヤ。ゴーヤチャンプルーが有名ですね。ゴーヤには様々なビタミンが含まれていますが、その中のビタミン C はタンパク質の吸収を助けてくれるので、豚肉をはじめとするタンパク質を含む食材との相性がいいんです。また豚肉には亜鉛や鉄などの栄養素が含まれていて、ゴーヤと一緒に食べることで単体で食べるよりも免疫力を高めることができます。そしてゴーヤと豚肉の組み合わせは夏バテにも最適です。ゴーヤに含まれるモモルデシンは食欲を促進してくれますし、豚肉に含まれるビタミン B1 は糖質をエネルギーに変えてくれます。美味しく食べて効率よくエネルギーに変換できるので、夏バテで食欲が落ちた時におすすめの食べ方です。ゴーヤと相性のいい食材2つ目は卵です。ゴーヤチャンプルーに卵を入れる人も多いですよね。ゴーヤと卵も相性の良い組み合わせの一つです。ゴーヤも卵もどちらも豊富なビタミン、ミネラルを含むので、組み合わせることで豊富な種類の栄養素を摂取することができます。またゴーヤは低カロリーだけど食物繊維が豊富。卵はタンパク質が豊富です。一緒に摂ることで低カロリーなのに満腹感を得られて、食べ過ぎ防止のためにも嬉しい組み合わせです。そしてゴーヤと卵の組み合わせでは美肌効果も期待できます。卵にもビタミン D やビタミン E など肌の保湿や健康をサポートする成分が含まれているので、ゴーヤと卵を美味しく食べて美肌になれる嬉しい効果ですね。ゴーヤと相性の良い食材3つ目はお酢です。お酢とゴーヤ、あまり効かない組み合わせかもしれませんが、相性がいいんです。ゴーヤは夏野菜なので体を冷やす効果があります。逆にお酢は血流を良くして体を温める作用があります。なのでゴーヤを酢漬けにすることで体を冷やさずにゴーヤの栄養素を取り入れることができるんです。そしてお酢の効果で血液の循環が良くなるので、ゴーヤの有効成分を体全体に効率よく行き渡らせることができます。さらにお酢には腸の働きを良くする作用もあるので、ゴーヤの食物繊維による成長作用との相乗効果で便秘改善にも一役買ってくれます。調理方法は綿と種を取ったゴーヤを薄切りにして、お酢と砂糖を2対1で合わせたものにつけるだけ。1週間ほどで出来上がります。すぐに食べたい場合は、つけたものを電子レンジで1分加熱すると、翌日から食べることができるのでおすすめです。今回はゴーヤの健康効果など、体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいゴーヤを適切な量を食べて、健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしていてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。このチャンネルでは、食べ物の健康効果を中心に、役立つ情報を定期的に発信していますので、見逃さないよう、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。